吉宗評判記暴れん坊将軍。早速まかない方に命じて調理させろ。上様、何をなされます？じい、どうだ、今夜は久しぶりにうまい鯉こくが食えるぞ。ご冗談。この池の鯉は食前に供するために飼っているのではございません。次たるは及ばざるがごとしだ。は、この池の大きさに比べて鯉の数が多すぎるというのだ。これでは水が汚れて一匹残らず死滅してしまう。ならば一層夕飯の際にした方が経費の節約にもなるであろう。いや、しかし何も上様御自ら水の中に入らずともお風でも召されたらどうなされます？いらざる心配だ。この吉宗、池の水を浴びたくらいで。上様。拍手。将軍家筆頭御殿医桜井玄石。当時の医者では最高の位を極めたこの男は同時に江戸の町医者仲間に君臨する政治的手腕の持ち主でもあった。お召しにより参上つかまつりました。世が呼んだのではない。じいが勝手に計らったのだ。またそのような。江戸の町では今たちの悪い風が大流行りとか、上様の身に毎日のことがあってはこの加納五郎左衛門そば用人としての顔が立ちません。分かった分かった。早く済ませてもらおうか。心得ました。糸脈など使わずとも脈を取りたければ直に取るがよい。では恐れながら。時に流行り風邪の被害はどれくらいだ？この一月余りでおおよそ2000人の町民が命を落としたと聞き及んでおります。2000人？町医者たちは何をいたしておるのだ？もちろん手は打っております。しかしながら医学を信用せずいまだに怪しげな売薬や祈祷師に頼る無知な輩も多ございますゆえ。いかがかな、上様のご容体は。別に異常はございませんが、念のため2、3日ご静養なさる方がご賢明かと。またお出かけでございますか？流行り病に苦しむ町民たちの実態をこの目で確かめとうてな。けれど
上様ご自身お風邪を召してらっしゃると承りましたが。何、それは将軍の職務を休むための口実だ。桜井原石の進言のおかげでじいもしぶしぶ承知してくれたわ。用意はできております。お、源蔵じゃないか。これは特段の旦那。どうしたんだ。ええ、頭が世話になった人が流行り風邪で亡くなったんで。流行り風邪。お気の毒に誰にも見とってもらえず、一人暮らしのこの長屋でつい10日ほど前にもうちに遊びに来て好きなお酒を飲んでいったんですけどね。どうして医者に診てもらわなかったんだ。バカなこと言うもんじゃないよ。お医者にかかるにはね、お金がかかるんだよ。しかも大枚のお金が。そっか。やっと分かったよ、この人はどこまで鈍いんだろうね。おい、口の利き方に気をつけろ。曲がるなりにも小さな侍だぞ。どうせ貧乏旗本の三男坊だろ。私たちと変わりしないじゃないか。そうだろ、新一さん。うん、まあな。治療代ってのはそんなに高いのか。高いんだよ。おまけに近頃はどんどん値は上がるばっかりだ。重病人のいるうちは身代が傾くって言われてるくらいなんです。それはひどいな。ひでえのなんのって、町医者の中にはこれだと見込んだ金持ちの弱みにつき込みやがってヤクザまがいのゆすりたかりを働く奴がいるそうだ。まさか。いいえ、現にあっしの知り合いの商人がこぼしてました。小石川伝通院前の小川商船という町医者に脅されて20両もの大金を巻き上げられたって。いわ真実だなんて嘘っぱちだ。そういう悪意な連中を許しておくな。一体誰の責任なんだよ。俺は別にね、お上の悪口言うつもりはねえんだよ。だけどよ、苦しんで死んでいった連中のことを考えるとな、俺はもう腹立ってたまんねえんだよ。ちょっと尋ねるが、この辺りに小川商船という町医者がいるはずだが。ああ、先生なら薬草畑におられますだ。そうか、すまん。理不尽な真似を。訳を聞こう。薬草の芽だ。薬草の芽？せっかく育てた薬草の芽を踏み潰されたんじゃ、こっちの商売上がったりだ。それではお主が小川商船か。そうだ。世間じゃ電通院前の藪医者、またはゆすりたがりの薬剤者などと呼んでるらしいがな。やはり。俺が小川商船だったらどうしようって言うんだ。今日のところはどうこうするつもりはない。ただお主の悪行を暴く前にどういうやつか顔を見たいと思ってな。俺の悪行？おせっかいな男だな、おめえさんも。先生！おう、三吉、何上がってんだ。大変だよ。人足口入れの巴屋のやつらがやってくるんだ。巴屋が？そうか、よく知らせてくれたな。お前は先帰ってろ。うん。でも先生気をつけてね。
いたな、やぶ医者。巴屋、その顔は二度と見たくないって言ったはずだ。やかましい。今日こそせがれの敵を取ってやるぞ。ただしだ、お前が罪を認めて番屋に自訴するなら命だけは助けてやる。せっかくだが俺にはその気はない。おお、俺の喧嘩だ。手出しは無用だよ。どんなところへ邪魔が入りやがった。やぶ医者、これで済んだと思ったら大間違いだぞ。手出しは無用と言ったはずだ。礼は言わんぞ。結構。私はただ数を頼んで一人を襲うというのが気に入らなかっただけだ。おせっかいもほどほどにしないと身を滅ぼすぞ。それより巴屋とやらはお主をせがれの敵だと言ってたようだが、身に覚えはあるのか？お前さんには関わりのないことだ。どうやら相手は役者が一枚上のようだな。お主は軍学者山下幸内、吉宗に対して歯に衣を着せぬ直言をした異端児として歴史にも名をとどめている。それではお主、ずっと私をつけていたのか？うん。小川商船とのやり取りも残らず拝聴させていただいた。なぜそんな真似をする？おめさんに興味があるからだ。興味？前にも言ったがおめさんどうも得体が知れん。一体何者なんだ？私はただのおせっかい焼きだ。小川商船も言ったようにね。おせっかい焼きね。ところであんた本当に小川商船が悪人だと思ってんのかい？それはこれから調べればわかることだ。所詮は無駄骨だと思うがね。なぜ？俺はあの男は憎めんな。だがゆすりたかりをやってる事実は仲間認めてるんだ。世の中にはわざと悪党をぶるやつもいるもんだよ。お待ちどうさま。おう。あんた酒は？いや、嫌いじゃない。おう。その点だけは馬が合いそうだ。お、うなぎのかば焼きか。と言いてえとこだが、貧乏人はこいつで我慢するんだ。ニシンのかば焼きさ、食ったことねえのかい？うん。これまさに珍味とはこのことだ。わからん男だ。助八、おその、聞いておるか？は。確かに。余はこれより辰五郎の家に行く。おそのはその旨、じいに知らせておけ。かしこまりました。で、手前は小川商船の行動を探れ。何かつかめ次第、余に報告しろ。承知しました。旦那様、巴屋さんがお見えになりました。通しなさい。桜井様、火急のお呼び出し何事でござりましょうか？例の小川商船の問題よ。それがどうもここぼかしくないというのかね。実は今日も妙な邪魔が入りまして。言い訳はよしなさい。あの男が町医者を続ける限り同業者が迷惑するのだ。ああ、それは重々承知しておりますが、何せしぶとい男でして。何事も力で押そうとするからいけないのだ。もっと頭を使いなさい、頭を。と申しますと？あの男を叩けばいくらでも誇りが出る。まず弱みを握ることが先決。なるほど、弱みをね。じゃあお願いしますよ。お、ゆうべ。よし。
しばらく7番とか。先生。旦那はいるかい？それがちょっと急用で。こんな朝っぱらから出かけることはねえだろ。ちょっと入らせてもらうよ。先生。50両よこせとは？たった一つの命を拾ってやったんだ。安いもんじゃないか。治療代の20両はお払いしたはずだが。50両は口止め料だよ。口止め料？何のことだそれは。岡谷さん、医者を甘く見ねえ方がいいな。その肩口の毛が誤ってハサミでついたもんじゃねえ。合い口でぐさりとやられたもんだということは初手からお見通しなんだよ。そんな。先生、何を証拠にそんな言いがかりを。今から一月前の夜、芝浦の浜で時ならぬ乱闘騒ぎがあった。知らせを受けた町方が駆けつけた時には人がやとっくに消え失せていたが、砂浜にはおびただしい血が流れていたそうだ。町方はどうやら抜け荷の取引をめぐるいさかいと睨んだようだが、考えてみりゃ俺がこの店に呼ばれて傷の手当てさせられたのもちょうどその頃だったな。言うまでもねえことだが、抜け荷は天下のご法度。このことが町方に知られりゃ、おめえさんはもちろん家族奉公人一人残らず死罪になるってことは目に見えてるんだ。ま、今すぐ金を出せとは言わねえが、よく考えてみることだ。金を惜しむか命を惜しむか、答えは一つ。先生、先生。旦那に言っといてくれ。いい返事を待ってるってな。はい。騒ぐなよ。命が惜しけりゃ一緒に来な。そのぐらいでいいだろう。番頭さん、決心ついたかね？返事をせい、返事を。水をくれ。ああ、水でも酒でも何でも飲ましてやるよ。ただしこっちの問いに答えたらな。でなけりゃ毒飲んでもらうことになるよ。おい、言えよ。都会や東川商船はどういう関わりなんだ？仕方ない。もう少し可愛がってやれ。お疲れ様でした。おかえり。あれ、今頃飯の支度ですかい？こちら朝寝坊しなすったんで。違うんだよ、徳田さんの。例の旗本の三男坊。全く嫌になっちまうよ。勝手に泊まり込んだ上におさえの注文までつけるんだからね。わがままにも程があるよ。へえ、それにしてもね、朝からかば焼きた豪勢なもんすね。かば焼きはかば焼きでもね、それはニシンのかば焼きなの。ニシン？そう。これがかば焼きはニシンに限るっておっしゃるんだよ。おかげで魚河岸まで買いにやらされてさ、目はこの上ないさ。妙なもんが好きなんですね。本当だよ。でも面白いじゃないの。気さくで酒知らずでさ、お侍らしくないとこがいいわ。これはお安くねえや。お嬢さん、さてやあの旦那に惚れしてね。そんな惚れたらなんてもう赤くなったらおい。おまっちゃん、注意しておくけどね、私の見た感じじゃあの人あれ以上出世しないよ。あんなろくでなしと一緒になったら一生の不作だよ。
おはようございます。上様、ご気分はいかがで？ああ、至極爽快だ。辰五郎、お前の家は随分便利にできてるんだな。いや、第一に川屋と洗面所が隣り合わせだし、第二に寝間と座敷が同じ部屋だ。上様、それはご覧の通りうちが狭いからですよ。お恥ずかしい次第で。そんなもんかな。何をするにも長い廊下を歩いて行かねばならぬ城中よりよほど暮らしよいぞ。体を恐れ入ります。来たか。上様、これは？何ですか？忍びの者からの連絡だ。小川商船のやつ、都会屋という海鮮問屋を50両出せとゆすってるそうだ。50両？それだけの金さえあるや、病に苦しんでいる大勢の貧乏人がどんなにか助かるのに、まったく食ってやつらですな。上様、上様。お出かけですか？ああ、世話になった。でもお食事が。すまん。また今度ちそうになろう。な。では。ちょいとお前さん、だから嫌なんだよ、お侍は。勝手なことばっかり言って。おお、やはりこうだったのか。ちょっと話を聞いてくれ。手間は取らせん。お待ちどうさま。それでは一文の金も受け取らずに病を治してやってるのか。おお、それが商船のやり方だそうだ。もっとも金のない貧乏人が患者の場合だけだが。本当か、それは。昨日から足を棒にして聞き歩いてきたんだ。間違いない。それともう一つ、友屋が商船を敵と付け狙うのはとんでもない言いがかりだそうだ。というと？半年前、友屋の一人息子はイカサマ博打が元の喧嘩で腹を刺された。慌てた子分どもが商船を呼んできた時には出血多量で手遅れだったそうだ。おい、どこへ行く？小川商船に会ってくる。いかんな。せっかく治りかけた流行り風邪をまたこじらせてしまった。どうしてもっと前に連れてこなかったんだ。はい、先生様にはいつもタダで見てもらっちゃわ。いつ俺が金持ってこいっつった。そんな気兼ねをする暇があったら子供のことを考えてやれ。2日分入ってます。これを飲ませれば熱が下がる。いいか、明日も必ず来るんだぞ。さあ、もういいぞ。あら。さあ、お帰り。どうもありがとうございます。またおめえか。おせっかいなら後にしてくれ。俺は忙しいんだ。あ、次の人。先生、大変だ。正斎先生。頑張れよ。気をするだからな。どうした？進馬の柔らか落ちたんで。どうなんだ、具合は。傷は大したことはないが内臓が腫れてしてる。急いで手術をしなければ。お主が一人でやるのか？本来だったら手助けを呼ぶところだがその暇はないな。
私が手を貸そう。おめえが？多少乱歩をかじったことがある。ズブの素人よりはマシだ。よし、頼もう。早い話が小川商船は都会屋が抜け荷をやった事実をつかんで50両をゆすり取ろうとしてるわけだな。こいつは面白い。これであのやぶ医者に一泡吹かせることができるぞ。お願いです。返してください。そうしてやりたいんだがそうもいかん。お前さんこれから行方知れずになるんだよ。そんな約束が違う。助けてくれ、助けてくれ。患者の容体は？どうやら峠が越したようだ。そりゃよかった。ああ、おめえさんにはすっかり世話になった。礼を言う。いや、私は何も。お主の腕が良かったからだ。何や。先生の好きな熱燗だよ。おう。これは何だ？あと3本入っている。今日は特別だよ。これはありがたい。あとは勝手にやる。お前帰れ。うん。あとは頼みます。ああ、気をつけて帰れよ。はい。いい子だな。母親と二人暮らしでな。今は手伝いをさせているが、ゆくゆくは本格的に医術を教え込もうと思ってる。まあ、一杯行こう。私はお主に謝らねばならん。ん？謝る？なぜ？私はお主を見間違えていた。都会屋をゆすり、お主が悪党の真似をしたのはすべて恵まれない人々を病の苦しみから救うためだったんだな。無論俺だって好んで姑息な真似をしたわけじゃない。ただな、金のない貧乏人は早く死ねと言わんばかりの制度には我慢がならなかったんだ。要するにお主は根っからの善人なんだ。さあ、それはどうかな。物事を善と悪とに区別するのは難しい。例えば俺が薬草畑で栽培しているアヘンだが、使いようによっては病人の苦しみを和らげても、一方では廃人を生む麻薬となる。俺のやってることも一つ間違えばどんな裏目に出るか知れないんだ。なるほど。小川商船はおるか？ん？誰だ今頃。なんだお前たち。何の用だ？貴様が小川商船か？ああ、そうだ。何その理不尽な。黙れ。海鮮問屋都会屋殺害の下手人として貴様を捕獲する。都会屋殺害の下手で。待て、そんなバカな。何かの間違いではないのか。黙れ。こいつはまたするな。それ、お待て。ござい。誰かおらんか。誰か。想像し、どうしたんだ。実は今すぐお奉行に会わせろと門内に座り込んだ者がおりまして。何者だ。それが
名は申さず、昔お奉行が山田奉行であった際、池の魚を釣ってお叱りを受けたことがあるものだとのみ。何？おそらく口から出まかせでございましょう。即刻追い返しますゆえ、今しばらくのご辛抱。待て。その者を連れてこい。二度と愚かな真似ができぬよう話して聞かせよう。だけ何をグズグズしておるか。ほら、なんだこの足は。ちゃんとしろ、ちゃんと。その方たちは下がっていろ。しかしいいから下がっていろ。いや、困りますな。こんな無茶な真似をなされては。いや、すまん。しかしすごい力のあるやつじゃ。申し訳ございません。いや、ところでどうしてもお主に教えてもらいたいことがあってな。と申されますと？先刻小川商船という町医者が捕らえられたな。そのことについてだ。上様と小川商船とはどういうお間柄だ？役人が来た時に我々二人は酒を酌み交わしていたのだ。なるほど。殺された渡海屋が小川商船にゆすられていたのはご存知ですか？知っておる。では話が早い。渡海屋は結局商船の要求を断る決心をしたんですが、そこで一人で小石川へ出かけ、薬草畑で商船と会った。渡海屋の話を聞いて激怒した商船は持っていた草刈り鎌を用いて。殺害の模様、商船が白状したのか？いえ、あの男は捕獲されてからこれまで黙して何も語りません。ではなぜそれほど克明に？渡海屋は倒れた後もしばらく息が残ってました。そこをたまたま通りかかった者が虫の息の渡海屋から経過を聞き証人になったのです。何者だその証人とは？与野吉といって人足の口入れ業、巴屋甚五郎の奉公人ですか？巴屋の？巴屋をご存知で？忠相、俺を商船に会わせてくれぬか？上様が直々に罪人と？商船がなぜ黙っておるのか、それを本人から聞きたいのだ。それはご命令ですか？いや、お主の友情にすがっておるのだ。頼む。お奉行、小川商船を召し連れました。ご苦労。お前たちは外で待っておれ。こんな地獄にお奉行直々にお調べとはご苦労なこった。いや、その方に用があるのはこの男だ。用が済んだら呼んでくれ。なぜこんなところに？お主が無実だと思ったからだ。おせっかいな男だとは思ったが、まさかこれほどとはな。渡海屋殺しはお主ではないはずだ。俺がゆすりをやったのは事実だ。おめえさんはその俺を。ゆすりの件についてはお上にも情けはある。お主が金を必要としたわけが分かれば考え方も変わるだろう。甘えな、おめえも。お上はそこまで分かってくれるもんか。もし分かるようだったらこれまでの祭りごとはもっと貧しい者のことを考えてくれたはずだ。その言い分はもっともだ。しかしこれからは私が分からせてみせる。おめえが？
えてみるが並の人間じゃここへ来るのは難しい。まして町奉行を意のままに動かすとすると、おい、おめえ一体何者だ？多分公儀の思い役。いや、もしかするとそれ以上の。私の名は徳田新之助、貧乏旗本の三男坊だ。そうか。そうだったな。おめえさんに頼んでおきたいことがある。聞いてくれるか？聞こう。今江戸の町には医者にかかりたくてもかかれない貧乏人が大勢いる。その連中の苦しみを取り除いてやるには誰もが無料で治療を受けられる施設が必要だ。つまりそういう施設を公儀に作らせようというのか？そうだ。そうなら俺のようなヤクザな医者もいらなくなる。昔から民は国の宝だと領民あっての公儀なんだ。徳川114年の民を支えてきた連中の苦労に報いるためにも、まあそれぐらいの見返りはあっても当然だと思うがな。小川商船に殺しの嫌疑ね。だが無実は間違いない。商船は巴屋の仕掛けた罠にかかったのだ。それじゃ都会屋殺したのも多分巴屋だ。子分を偽の証人に仕立て商船を葬り去ろうとしたのだ。手の込んだことしやがるな。まったくだ。商船を敵呼ばわりし必要に狙ったことも考え合わせて奴一人の知恵とは思えん。どうやら黒幕がいるな。いや、ここまで来れたのもお主の忠告があったればこそだ。礼を言わせてもらおう。勘定頼む。おいこんなたくさんわからんやつだ。何？巴屋が桜井原石の屋敷に。では小川商船のやつ死罪は間違いないのだね。はい。いかに無実を申し立てましてもこの与之吉という証人がおりますからには助かる見込みはございません。そうか。約束の礼金だ。納めておくれ。これはどうも恐れ入ります。だけどわからねえな。どうして先生は小川商船を消したかったんで？それは町医者仲間の仁義に背いたからだ。ああ、つまり病人をタダで治したってことですか？医者というのは人の命を預かる商売。その気になればいくらでも金を絞り取ることができる。商船に死んでもらうのはいわば医者全体の利益を守るためだ。なるほど。さすがは先の先までお見通しでいらっしゃる。何をする？訳あって名乗ることはできん。だが法外に高い治療代になく町民の味方とだけは言っておこう。何？桜井原石、医者にあるまじき貴様の所業とくと見届けたぞ。
ちのおかげで世の病もめでたく回復した。一言礼を言っておく。身に余るお言葉、ありがたき幸せにござりまする。時に原石、世の治療代はいかほどだ。めっそうな。手前はご公儀より俸禄をいただく身。治療代などはいらぬと申すのか。それは妙だな。医者は人の命を預かる商売。その気になればいくらでも金を絞り取ることができると豪語した男の言葉とは思えぬ。恐れながら、それはどういう。椅子を上げい。原石、昨夜は勝手に邪魔をして悪かったな。じい、あとはお前に任せる。その方も恥を知る士分ならば、後の始末は自らの手でつけるんだな。江戸の町医者仲間に隠然たる勢力を誇っていた将軍家御殿医桜井玄石は、その日のうちに自らの命を絶った。お前さん、ちょっとお前さん。なんだ、どうしたんだ、検証会で。火事か喧嘩か、それともどうしたんだ。そうじゃないんだよ。なんで。とってもいい話なんだよ。将軍様がね、貧しい人のために養生所を建ててくださるんですって。養生所ってなんだ、それ。それはね、お金を払わなくても病人を見てくれるところなんだよ。そうかよ、おい。さすが吉宗様だな。粋なことしなさるじゃねえか。本当、こんなに町人のことを考えてくださった将軍様って初めてですもんね。やっぱり俺が見込んだ男だけある。今度だって俺褒めてやんなきゃ。何言ってんだかね、この人ったら。まるでとんちんかんなんだから。まだ将軍様とお友達になった夢を信じてるのね。しっかりしてよ、兄ちゃん。今度だったら俺一杯おごっちゃうんだよ。大丈夫？何が？小川商船の権限により吉宗が設立した小石川養生所、すなわち無料診療所は、江戸市中の貧窮孤独な病人を救済する施設として後世にまで名を残している。その最盛期における常任医師20人、通院患者は日に900人。初代責任者として小川商船が任命されたのは言うまでもない。そんなに悪くなるまでほっとくやつがあるか。人間というものはな、もっと自分を大事にするもんだ。いいか、明日も来るんだぞ。ああ、ちょっと手伝ってる。はい。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。次回
吉宗評判記暴れん坊将軍はまた火事でございますな。お前ら目ついてこい。自慢じゃねえけれど大名火消しには引け取らねえぜ。江戸800夜町の人々のために貴様らの悪行を徹底的に洗い出して次回「命をまとの一番まとい」にご期待ください。